も、ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。はぁ。今週もため息から始まるの？新作のコスモグラフデイトナのターコイズブルーが見たくて、ジャックロードさんに行ったんだけど、展示されてなかったぜ。売れちゃったなら仕方ないでしょ。ホームページを見ると売却はされてないみたいなんだけどな。じゃあ、先に誰かが商談スペースで見てたんじゃないの？多分、そうかもしれないな。マリサは並行店でもタイミングが悪いわね。仕事が終わってから急いで行ったのに残念だったよ。まだ売れていないなら、また見に行けばチャンスあるわよ。そうだな。時間がある時にまた行ってみるよ。他にも新作は販売されていたのかしら？他にも販売されてたから、最初はその話からするよ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。前回の動画はバナーを付け忘れてしまったけど、気づいた人はいたのかしら？前回の動画でたくさんの方にチャンネル登録と高評価をいただき嬉しいです。ありがとうございました。チャンネル登録がまだの視聴者さんで、このチャンネルに少しでも興味を持っていただけましたら、ぜひ励みになりますのでチャンネル登録をお願いいたします。動画の感想や購入報告などをコメント欄に残していただけるとすごく嬉しいです。ゆっくりしていってね。ところで、コスモグラフデイトナターコイズブルーの定価はいくらぐらいしたんだっけ？税込みで549万1200円だよ。すごいプレネになっちゃってるわね。ご祝儀相場で下がっていくとは思うけどな。そうかしら？奇跡系のシークレットモデルなら下がらないだろうけど、ラッカー系だから値段が上がりすぎだと思うよ。転売ヤーが小躍りしちゃうわね。タイミングで買えましたはさすがにないと思うぞ。それもそうね。海外で販売されたものだと思うけど、新作発売されてすぐに購入できるような太客さんは、転売しても購入できなくなるようなことはないんだろうな。なんかずるいわね。超ビップな大富豪さんの世界は想像すらできないよ。シークレットモデルやギラギラした時計を購入してるのよ。使っているお金が桁違いなんだと思うぜ。ジャックロードさんで新作は何も見られなかったの？いや、他にも新作が入荷してたよ。どんな時計が販売されていたの？コスモグラフデイトナのブライトチョコレートが見れたよ。ターコイズブルーの後だと安く見えるから不思議ね。感覚がマッチしてくるよな。定価は同じぐらいなの？定価は税込み577万600円だから大きくは変わらないよ。チョコレートの方が定価は高いのね。エレガンスな高級感が漂ってて素敵だと思うけどな。でも、定価よりも170万円もプレネがついてるのね。GMT マスター2が買えちゃうぐらいのプレネだよ。買う人はいるのかしら？もう売却済みになってたよ。そんなプレネでも買う人が本当にいるのね。都市伝説かと思ってたわよ。ゴールドモデルだし、ありだと思うよ。そうなの？高すぎないかしら？値上げがいつ来ても不思議じゃないから、本当に欲しいなら一向の価値はあると思うぜ。値上げ幅がエグそうよね。ロレマラで探して購入できればいいけど、年明けまで購入できなくて、その間に2回の値上げがあったら750万円を超える可能性もあると思うぞ。さらっと言ってるけど、内容はえげつないわよ。可能性が絶対にないとは言い切れないだろ？それはそうだけど、このチャンネルを視聴してくれている視聴者さんは、正規店で購入してギャランティーも自分の名義にこだわる、ランナーさんが多いと思っているけど、価格だけで考えたら、値上げ前に並行店で購入した方が経済的かもしれないぜ。でも、お金だけの問題じゃないでしょ？もちろん、ランナーさんは価格だけじゃなく購入までの、過程を大切にしている人が多いと思うよ。それだけ正規店での購入は素晴らしい体験なのね。脳汁が大噴火してしまうぜ。一度経験したら止まらなくなっちゃうのよね。ロレマラでもランナーズハイが味わえるな。他にも新作はまだあったの？ GMT マスター2リファレンス 126729VGNR ホワイトゴールドのレフティだ。グリーンセラミックダイヤルは気になってたのでよかったぜ。気になっている人は多いんじゃないの？今後もセラミックダイヤルが増えるかもしれないからな。それでどうだったの？追いパペグリーンを持っている私がぶっちゃけると、期待してたほどすげーとは思わなかったな。負け惜しみじゃなく？確かに深みのあるグリーンだったけど、私の追いパペも遜色ないぐらい鮮やかなグリーンだぜ。マリサはバイアスがかかっちゃってるから当てにならないわね。そうなんだ。そういえばジャックロードさんに行ったのなら、ファイヤーキッズさんにも行ってきたのかしら？仕事の帰りに行ったから、中野に着いたのは、19時を過ぎてて間に合わなかったんだ。残念ね。ヴィンテージウォッチが見たかったのに残念だったよ。最近、ヴィンテージウォッチが気になってるもんね。そうなんだよ。それでジャックロードさんで現行のグランドセイコーを見たんだけど、ヴィンテージの魅力は色褪せなかったよ。それはマリサがキングセイコーを買ったからじゃない？それもあるとは思うけど、ヴィンテージの小ぶりなサイズ感も、全体の調和が取れてて素晴らしく感じるんだよな。現代のセイコーも素敵だと思うけど、
もちろん素敵だけど、ヴィンテージの成功は、もっと評価されて高騰してもおかしくないと思ってるよ。海外の人の方が良さに気づいているのかもね。だからまだ購入できる価格帯のうちに購入したいぜ。購入したいモデルはあるの？ヴィンテージの GS はどれも魅力いっぱいで困るんだよ。目移りしちゃうのね。やっぱり GS のファーストはいつかはクラウンじゃないけど、手にしたい時計だけど、もっと勉強してから探したいな。他には？バースエアーウォッチの 45GS は大本命だよ。4号ケースがあるのに？ 4号ケースと 45GS を揃えて眺めるのもロマンがあるだろ？何を言ってるのかよくわからないわよ。まあ、あえて揃えずデート付きの 61GS で、バースエアーウォッチを揃えるのもありなんだよな。そっちの方が少し理解できるわね。セイコースタイルを確立した 44GS も欲しいし、キリがないぜ。セイコースタイル？セイコーが1967年に発表した、高級腕時計にふさわしい外観を与えるべく考案された、グランドセイコーのデザイン文法のことだよ。なんか難しいわね。セイコースタイルで一本動画を作りたいんだよな。誰も視聴してくれないわよ。また今度聞かせてほしいわ。日本人の美観に当てはまるデザインだから、時代を超えても日本人なら素敵に感じると思うよ。ちょっと、ロレックスの話より長くなってない？ついつい脱線してしまったぜ。視聴者さんが飽きて離脱しちゃう前に話を戻さないと。最近のロレックス正規店の並びはどうなのかしらね？ YouTube を見ていると少し戻ってきている印象がするよ。マリサも行ってきたのかしら？ 6 月に入ってから、週末に行ってきたぜ。ロレックス正規店の近況を話して終わりにしましょうよ。わかったぜ。なんとか戻せたわね。マリサは単純だから助かるわ。なんか言ったか？気のせいじゃない。そうか。回ったのはいつもと同じエリアかしら？そうだぜ。三越前で電車を降りてスタートだ。最初は日本橋三越本店ね。フェアレディ Z の展示会をしてたんだけど、昔とフォルムが大きく変わってて面影を感じなかったよ。なんで昔のまま復刻しないのかしら？今の性能で昔のデザインなら売れそうなのに不思議よね。私も疑問に思ってたんだけど、この前 YouTube を見てたら、安全基準なんかも関係してて、完全復刻はなかなか難しいみたいだよ。そういう理由もあるのね。次は高島屋ウォッチメゾンに向かったぜ。ちょっと、どうしたんだ？ロレックス日本橋三越本店の話が抜けているわよ。安定と信頼の三越本店だから抜けそうになったよ。ってことは、そういうことなのね。ご想像にお任せするぜ。それで高島屋はどうだったの？ 2人しか並んでなかったよ。本当に週末に行ってきたの？土曜日の15時過ぎぐらいに覗いてみたよ。全然お客さん戻ってないじゃないのよ。私に怒られてもどうにもならないぜ。大丸東京も並びがなかったとは言わないわよね。ゼロだった。本当はめんどくさくて行ってないんじゃないの？疑われても仕方がないぐらいの光景だったよ。それでみんなの味方の並木はどうだったの？制限中じゃなかったら行くんだけど、さすがに無駄な気がしてきて行くのをやめたんだ。これで終わり？いや、東京からなら中野も近いからジャックロードさんに、デートなターコイズブルーを見にリベンジに向かったぜ。確かに制限中だからそれが正解かもね。そうだろ。それでどうだった？何がだ？デートなターコイズブルーを見た感想を聞かせてよ。それが今回も展示されてなかったぜ。つくづくマリサはついてないわね。でも、前回と違うことがあるぜ。何？ファイヤーキッズさんが営業している時間に行ってきたんだ。なんでモザイク？なんとなくだ。なんか喋りなさいよ。それでどうだったの？すごく楽しい時間を過ごすことができたよ。気になるモデルの在庫はあったの？ GS を中心に見せてもらって、写真も撮らせてもらえたぜ。よかったじゃない。毎回思うけど、サービスレベルも高くて好感が持てるよ。初めてでも入りやすいかしら？中野のお店にしか行ったことないけど、店内は広くないからお客さんが多い時は入りづらいよ。そうなんだ。だけど、中野ブロードウェイの中だけでも、たくさんの時計屋さんがあるからタイミングを見て、お客さんが少ないタイミングで入店するといいぜ。時間を潰せる場所があれば苦にならないわね。時計屋さん以外にも面白そうなお店が多いしな。おもちゃ屋さんなんかも多いのよね。行った時は、外国人のお客さんが多かったな。やっぱり外国人の人にも人気なのね。やっぱり購入するなら早い方がいいかもしれないぜ。そうかもね。数が少ないヴィンテージセイコーが現行品より安く、購入できるなんて今だけかもしれないよ。私も中野の近くに行くことがあったら、バースエアーウォッチを探しに覗いてみようかしら。スタッフさんは親切だし知識も豊富だからおすすめだぜ。今回の小話はいかがでしたか？今回の動画が面白かった、役に立ったという方がいましたら、ぜひチャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。
動画の数もどんどん増やしていきたいと思いますので、視聴していない動画がございましたら、動画制作のモチベーションになりますので、もう一本視聴していただけますとすごく嬉しいです。コメント欄に感想や購入報告もいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。